この本を読むだけであなたのやり抜く力が劇的に変わります。今日ご紹介するのはアンジェラ・ダックワースさんが書いたやり抜く力、グリッド、人生のあらゆる成功を決める究極の能力を身につけるという本です。この本は私たちが目標を達成するためにとっても大切なグリッドという心の力について教えてくれます。グリッドとは情熱と粘り強さを合わせた言葉で、どんなに難しいことでも諦めずにやり遂げる力のことです。この本を読めば、自分には才能がないから無理なんて思っていたことも、よし、やってみようと思えるようになるはずです。この動画ではこの本の特に大切なポイントを3つに絞ってご紹介します。さらにこの本を読んだことでどんな良いことがあるのか、そして私が実際にこの本を読んでどう感じたのかも正直にお伝えしていきますね。この動画を見ればあなたもグリッドの力を手に入れて夢に向かって一歩踏み出せるようになるでしょう。ぜひ最後まで見て、あなたの未来をもっと明るくするヒントを見つけてくださいね。本の重要な3つのポイント紹介。ポイント1、グリッドは才能よりも大切。この本の最初のポイントは、グリッドは才能よりも大切ということです。私たちはよく、あの人は才能があるから成功したんだとか、私には才能がないから無理と考えてしまいがちですよね。でもこの本を読めばそれが間違いだとわかります。著者のアンジェラ・ダックワースさんはたくさんの研究をして成功している人たちに共通しているのは、ずば抜けた才能ではなくグリッド、つまりやり抜く力なんだと教えてくれます。例えば学校の成績がすごく良い子たちも必ずしも生まれつき頭が良いだけではなく、コツコツと努力を続けてきたからなんです。スポーツ選手も同じです。もちろん才能も大切ですが、毎日毎日地道な練習を積み重ねてきたからこそトップレベルになれるんですよね。これは私たち全員にとってすごく希望が持てる話だと思いませんか？なぜなら才能は生まれつきのものですが、グリッドは練習すればするほどどんどん強くできる力だからです。つまりどんな人でも努力次第で自分の夢や目標を達成できる可能性があるということです。私はこの部分を読んで、自分ももっと頑張れるんだとものすごく勇気をもらいました。これまではどうせ自分には無理だろうなと諦めてしまうことが多かったんです。でもグリッドが大切だと知ってから、失敗してもまたやり直せばいい、諦めずに続ければきっとできるようになると前向きに考えられるようになりました。もしあなたが何かを始めるのに自信がなかったり、途中で諦めてしまいがちだったりするなら、ぜひこの考え方を知ってほしいです。きっとあなたの毎日がもっと輝き始めるはずですよ。ポイント2、グリッドは育てられる。次に大切なポイントは、グリッドは育てられるということです。グリッドは大切って分かったけど、どうやったら身につけられるのと思った人もいるかもしれませんね。安心してください。この本ではグリッドを育てるための具体的な方法がたくさん紹介されています。その中でも特に印象的だったのが、興味を持つことと練習をすることの重要性です。まず自分が心から面白いと思えることを見つけること。好きなことや夢中になれることなら、途中でつまずいてももっと知りたい、もっと上手になりたいという気持ちで頑張り続けられますよね。例えばもしあなたが絵を描くのが好きなら、最初はうまく描けなくても
次はこんな色を使ってみようとか、もっとこのキャラクターを可愛く描きたいという気持ちが練習を続けるモチベーションになります。次に練習の質を高めること。ただ時間をかけるだけでなく、意図的な練習をすることが大切だと教えてくれます。これは自分の弱点をしっかりと見つけて、そこを重点的に練習するという方法です。例えば自転車に乗るのが苦手だとします。ただ闇雲に乗り続けるのではなく、バランスを取るのが苦手だから、まずは片足で立つ練習をしようとか、カーブを曲がるのが怖いからゆっくり曲がる練習をしようというように、具体的な目標を持って練習するんです。私は実際にこの方法を試してみました。最近新しい言語の勉強を始めたのですが、どうしても発音が苦手ですぐに諦めそうになっていました。でもこの本の教えを思い出して、苦手な発音だけを集中して練習してみようと決めました。具体的にはその発音が出てくる単語を何度も繰り返し聞き、自分の声を録音してお手本と聞き比べる練習をしました。するとどうでしょう。最初は全くできなかった発音が少しずつですが、あれなんか似てきたぞと感じるくらいに上達したんです。この経験を通して、やっぱりグリッドって本当に育てられるんだなと実感できました。どんなことでも興味を持って、そして賢く練習すればきっとできるようになるはずです。ポイント3、グリッドは人のためになる。最後の重要なポイントは、グリッドは人のためになるということです。この本ではグリッドを身につけることは自分自身の成功のためだけでなく、他の人を助けることにもつながると教えてくれます。つまり自分の目標を達成しようと一生懸命頑張ることは、周りの人たちにも良い影響を与え、社会全体をより良くすることに貢献できるということです。例えばあなたが何か新しい技術を学び、それで困っている人を助けることができたとします。それはあなたがグリッドを持って努力したからこそ成し遂げられたことですよね。あるいは困難な状況にいる誰かを励ましたり手助けしたりする時も、あなた自身の粘り強さや諦めない気持ちが大切になります。この考え方は自分のためだけに頑張るというよりも、もっと大きな視点で物事を捉えるきっかけになります。自分の努力がやがて誰かの笑顔につながる、そう思うとさらにやる気が湧いてきませんか。私はこの部分を読んで、グリッドは単なる根性論じゃなくて人を幸せにするための力なんだと深く感動しました。これまで目標達成というと、どこか孤独な戦いのようなイメージがありました。でもこの本を読んでからは、自分の努力が巡り巡って誰かの役に立つかもしれないと思うと、もっと頑張ろうという気持ちになります。例えば私がこの YouTube 動画を作るのも、この本で学んだことを皆さんに伝えて、よし自分もやってみようと誰かの背中を押すことができたら嬉しいなという思いがあるからです。グリッドは自分を成長させるだけでなく、周りの人々、そして社会全体を豊かにする素晴らしい力なんですね。ぜひ皆さんも自分のグリッドを磨いて、周りの人を巻き込みながらもっと大きな目標に挑戦してみてください。きっと想像以上の素晴らしい世界が待っているはずです。3、エピソード紹介。印象的なエピソードや引用。この本の中で私が特に心に残ったエピソードは、著者のアンジェラ・ダックワースさんが教師として働いていた時の話です。彼女は公立学校で数学を教えていました。そこで出会った生徒たちの中には、とても頭の良い子もいれば、そうでない子もいました。彼女は
生徒たちの成績とそれぞれの生徒がどれだけやり抜く力を持っているかを比べてみました。すると驚くべきことに、必ずしも頭の良い子たちが良い成績をとっているわけではないということに気づいたのです。むしろたとえ最初から数学が得意でなくても絶対できるようになると信じて、毎日コツコツと勉強を続ける生徒や、難しい問題に出会っても諦めないぞと粘り強く取り組む生徒の方が、最終的には素晴らしい成績を収めていたというのです。このエピソードは、才能があるからできるという私たちが普段考えている常識をガラッと変えてくれるものでした。努力は必ず報われるという言葉は、単なる精神論ではなく科学的な裏付けがあるんだなと改めて感じさせてくれます。また本の中にはこんな言葉も出てきます。私たちは自分自身の可能性を過小評価しがちである。この言葉を読んだ時、まるで自分のことのように感じました。どうせ自分にはできないと始める前から諦めてしまったり、少しうまくいかないだけですぐにやっぱり向いてないんだと投げ出してしまったり、そんな経験あなたにもありませんか？でもこのエピソードと引用は、私たちが思っている以上に自分の中には秘められた大きな力があるんだと教えてくれています。その力を引き出すのがまさにグリッドなんだと、この話はどんなに小さなことでもやってみようと一歩踏み出す勇気と、そしてうまくいかなくてももう一度立ち上がる粘り強さを持つことの大切さを教えてくれます。本当に心に響くエピソードでした。このエピソードを読んだ時、特に努力することの価値に感動しました。私自身、子供の頃から要領がいいねと言われることが多く、努力をすることよりもいかに効率よくこなすかを考えてしまうタイプでした。だからうまくいかないことがあると、すぐにこれは向いてないと決めつけて諦めてしまうことが多かったんです。でもこの本を読んで、努力を続けること自体が才能なんだと知りました。そして努力は生まれつきの能力をさらに何倍にも高めることができるんだと改めて教えてもらった気がします。アンジェラ・ダックワースさんの生徒たちの話を聞いて、もしあの時もう少し粘っていたらもっと違う結果になったかもしれないなと、自分の過去を振り返るきっかけにもなりました。同時に今からでも遅くないグリッドの力を意識して努力を続けていけば、まだまだ自分も成長できるんだと、すごく前向きな気持ちになれました。この本は才能がないと諦めてしまいがちな人にこそぜひ読んでほしい一冊です。きっとあなたの心にも新しい光を灯してくれるはずですよ。4. 実践的な応用方法。この本で学んだグリッドの考え方は、私たちの毎日の生活ですぐにでも活かすことができます。例えば新しいことに挑戦しようと思った時、難しそうだなとか自分には無理かもと感じることは誰にでもありますよね。そんな時こそこの本の教えを思い出してください。まずはとにかくやってみること、小さくても良いので一歩を踏み出してみましょう。そしてもし途中でつまずいたりうまくいかなかったりしても、これは成長するためのチャンスだと考えてみてください。失敗はもっとこうすればよくなるよと教えてくれるヒントなんです。私は最近健康のために運動を始めました。正直最初は全然続かなくて、やっぱり運動は苦手だなと諦めかけていました。でもこの本を読んでから考え方を変えてみました。いきなり完璧にやろうとしないで、まずは毎日5分だけ
ストレッチをしてみようと決めたんです。最初はたった5分でしたが、それを毎日続けるうちにもう少し長くやってみようかなとか、違う種類の運動も試してみようかなと自然とやる気が湧いてきました。そしてできなかったことができるようになるたびにグリッドが育っていると実感できるようになりました。今では毎日30分以上の運動ができるようになっています。これは私にとって大きな変化です。仕事でも同じです。新しいプロジェクトが始まって、これできるかなと不安になった時も、まずはできることから一つずつ粘り強く取り組んでみようと考えるようになりました。すると不思議なことに、以前よりも早く問題が解決したり、良いアイデアが浮かんだりすることが増えたんです。グリッドは特別なことではありません。日々の小さな挑戦の中で諦めない気持ちと続けていく力を意識するだけで、誰でも育てていける力なんです。ぜひ皆さんも今日から何か一つでも良いので、グリッドを意識して行動してみてください。きっとこれまで諦めていたことができるようになる喜びを味わえるはずですよ。まとめです。このやり抜く力、グリッドは自分には才能がないからと何かを始めるのをためらっている人や、途中で諦めてしまいがちな人に心からおすすめしたい一冊です。この本を読めば、成功は生まれつきの才能だけで決まるのではなく、情熱と粘り強さというグリッドの力で誰でも目標を達成できるということが深く理解できます。科学的な研究に基づいた話なので、ただの精神論ではなく、本当にそうなんだと納得できますし、具体的なエピソードがたくさんあるので、自分にもできるかもという前向きな気持ちになれます。特に私が感動したのは、グリッドが単なる根性論ではなく、興味を見つけ、意図的に練習し、目的意識を持つことで育てられるという部分でした。これを知ってから、私自身の仕事やプライベートでの目標設定や日々の取り組み方が大きく変わりました。うまくいかないことがあっても、以前のようにすぐに諦めるのではなく、どうすれば乗り越えられるだろうと粘り強く考え、行動できるようになりました。この本は一度読んだら終わりではなく、何度も読み返して、その度に新しい気づきを与えてくれる、そんな一冊です。人生のあらゆる場面であなたの背中を力強く押してくれるでしょう。特に子育て中のお父さんやお母さんにもおすすめです。お子さんの可能性を信じて、グリッドを育むためのヒントがたくさん見つかるはずですよ。さあ皆さん、今日はやり抜く力、グリッドという本をご紹介しました。この本は才能よりもやり抜く力が大切だということ、そしてその力は誰でも育てられること、さらにその力が自分だけでなく、周りの人や社会も豊かにすることまで教えてくれる、本当に素晴らしい一冊です。もしあなたがなかなか目標が達成できない、途中で諦めてしまうことが多いなと感じているなら、ぜひこの本を読んでみてください。きっとあなたの人生をもっと前向きで、もっと力強いものに変えるためのヒントが見つかるはずです。この本を読んでみての感想や、私はこうやってグリッドを育てているよといったエピソードがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。皆さんの体験談もきっと誰かの役に立つはずです。そしてこの動画が役に立ったな、面白かったなと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンを押してチャンネル登録もお願いします。これからも皆さんの毎日がもっと楽しくなるような素敵な本の紹介をしていきますので、どうぞお楽しみに。最後まで見てくれて本当にありがとうございました。
また次の動画でお会いしましょう。